三国志パート3、戦いは続く。黄金族は劉備たちの初めての戦いに負けてからもまだ勢いは衰えませんでした。その頃劉備たちは劉備がかつて学んだ先生呂職と共に戦っていました。すると呂職に主春将軍の応援に行くよう言われました。1000人ほどの劉備の軍は主春将軍の軍と共に黄金族のもとへと向かいます。そこはとても背の高い草が生い茂った野原でした。劉備はその草に隠れながら作戦を話しました。一人10本の松明を持つんだ。そうすれば相手は敵は大勢いると勘違いする。ここでも劉備の賢い作戦が効き黄金族はやられましたが、逃げ出した黄金族もいました。もっと人数がいれば全滅させられるのに。劉備がそうつぶやいたその時、新しい軍団がやってきました。彼らは味方で黄金族をどんどんやっつけていきます。なんだありゃ、かっこいいな。その軍の指揮官の名は曹操、またの名は孟徳です。曹操の身長はわずか160センチほどしかなく、とても細い目をしていました。劉備の作戦が見事だと褒めてくれました。そんな曹操は劉備たちと共に黄金族をやっつけていきました。それからも劉備たちの戦いは続き、いよいよ黄金族に最後の時がやってきました。しかし劉備の作戦を聞かずに動いた主春将軍の命令によって官軍は散々にやられてしまいました。ほら言った通りだ。どうしたものか。そんな劉備たちのもとに突然、鎧は不揃いだけどとても強そうな部隊が現れました。俺は五軍からやってきた孫権、またの名は文大だ。その部隊の指揮官である孫権はなんとあの優れた作戦で数々の国を破ったと言われている戦の天才孫子の子孫なのです。これには劉備も驚きました。翌日、残った黄金族が立てこもるお城の北門を攻める劉備に対し、孫権は南門を突き破り敵軍を突き崩しました。とても賢い戦い方でした。こうしてこの戦も終わりを告げました。やがて黄金族は滅び、劉備と曹操、そして孫権も首都の洛陽に迎えられました。帝は将軍たちに褒美を与えたのですが、賄賂を送らなかった劉備には小さな役職しかあげませんでした。その頃は自分に都合よく取り計らってもらうためにお金や品物を役人が取るのが当たり前になっていました。これでは共についてきてくれた兵に食べさせることができないと、劉備は仕方なく軍を解散し、張飛と関羽と一緒に安徽県へと行きました。劉備たちはここでも賄賂を受け取らないため、人々から信頼され歓迎されました。しかしある日のことです。
劉備は人々をいじめる悪いやつなんだ。朝廷のある役人が都になんと嘘の報告をしたのです。これには三人もとても怒りました。なんてやつだこの野郎。劉備、こんなやつらなんか縁を切りましょう。そういう二人に劉備もうなずき、安徽県を出て行きました。三人は張飛の紹介で出会ったお金や大きな力を持っている豪族に迎え入れられました。一方その頃都では董卓という太った大男が洛陽を支配しようと動いていました。董卓は洛陽を思い通りにし、悪い企みを考えていました。そんな董卓を反対する朝廷もいましたが、20万人もいる董卓軍にみんな追い出されてしまったのです。そんな董卓軍をやっつけようと提言が立ち上がりました。その提言のもとには呂布という男がいました。この呂布という男は誰もが認めるとても強い武将で、剣や弓の使い方も見事でした。しかしそんな呂布に董卓は立派な馬、関戸馬や金銀財宝を渡しました。こんなに素晴らしいものばかりいいのか。お前は最高の武将だ。提言なんてやつのもとにおらず、私のところに来い。まんまと釣られた呂布は董卓の家来となり、すべてが董卓の計画通りに進みました。なんとそこから董卓は帝を王座から引き下ろすだけではなく、前の帝までも殺してしまったのです。朝廷の人々はそんな董卓に怒りますが、彼のもとにはあの呂布がいるので誰も何もできません。そんな時に立ち上がった勇気ある男は曹操でした。許さないぞ董卓。曹操は呂布が見ていない間にこっそりと董卓の寝ている寝室に忍び込むことができました。ゆっくりと近づき、曹操が刀を抜いたその時、曹操殿、何の用だ。運悪く董卓が目を覚ましてしまいました。うまいこと董卓を騙し、その場を後にした曹操でしたが、曹操が出て行ってすぐ呂布に気づかれ、董卓にばらされてしまいました。一方曹操が故郷に戻ると、たくさんの兵士が曹操に武器や食料を渡しました。曹操はそんな兵士たち、そして全国の将軍に共にあの悪い董卓軍をやっつけようと呼びかけました。そんな曹操に将軍たちはもちろん協力させてほしいと答えました。こうして董卓軍をやっつけるため、国中から将軍が集まってきました。そこには劉備や張飛、関羽もいました。20万人ほどにもなった軍の指揮官になったのは、名門のお坊ちゃんで果敢な性格の頑固者、袁紹でした。それから2つ以上の国で作った軍隊、連合軍の先頭に立つのはあの孫権です。対して相手の董卓軍の指揮官は夏油というもの。
こうして二つの軍は洛陽の東にある止水館で激突し、ここに武将たちの激しい戦いが始まるのでした。